どうもこうです。今回はロジクール製のウェブカメラ9つの比較動画です。各カメラのスペックを表にしたのがこちらになります。英語だとこんな感じです。表の左にある発売日、価格などの各項目をテーマに上から順に説明します。今回は話が長くなるので、必要な情報だけ知りたい方は動画の概要にある目次をご利用ください。発売日とバージョン。各カメラの大半はいくつかのバージョンが出ています。例えば C920 シリーズだと最初に発売された C920 以降、C920T、C920R、C920N、C920S など数年ごとに切り替わっており、表に載せている発売日はその中から最初に発売されたものになります。この各バージョンによる違いですが、C930 シリーズだけは結構違います。話せば長くなるので、詳しくは別の動画にてお伝えしています。それ以外のシリーズについては全く一緒のものもあれば若干違う場合もあります。例えば外見のプリントや起動中のランプの光量が違う C920S のようにレンズカバーなどの何かが付属されている場合がある。レンズや部品に多少の違いがあることから映像の質に若干の差がある。それとこれは細かい話になりますが、バージョンによっては特定の解像度にて映像のデジタルズームができないケースもあります。これについて詳しくは後のデジタルズームの説明にてお伝えします。ちなみに今回の比較で使用する各カメラのバージョンは表にまとめています。価格について、表の左から価格の高い順に並べています。2023年6月時点での情報です。最近は比較的安定していますが、世界の情勢によってカメラの値段は数百円から数千円ほど変わることがあります。例えば C980 だと1年前は今より5000円ほど安かったです。今後また安くなるとは思いますが、ただそれがいつになるかはわからないので買い時は難しいです。またオークションサイトなどでカメラが安く売られているのを見かけますが、初期不良や早期に故障しても保証、無料交換の対象にならない可能性がありますので、ご利用の際はその辺の覚悟は必要になります。画角について。画角とはカメラで映せる範囲のことです。一番広いのは C930 の90度です。C930 はもともと会議用として製作されており、広く映るように作られています。次に広いのが C980、C925、C922、C920、C615 の78度で、こちらも十分に広いです。最後に下3つの C505、C310、C270 は55度から60度と急に狭くなります。映像を3つに絞ってみました。広いのと狭いのを比べると結構な差がありますよね。ちなみにカメラと僕の顔との距離は55センチほどです。またカメラを下に向けてデスクを映す際も価格によって結構違います。カメラとデスクの距離は50センチほどです。解像度と画質について。解像度は高ければ高いほど映像は鮮明にきめ細かく映ります。各カメラの最大の解像度ですが、左の6つは 1080p で、右の3つは 720p です。試しに C980 を使い違う解像度の映像を並べてみました。左が 1080p、右が 720p です。左の方がくっきりしていると思います。違いがわからない方は YouTube の設定が 1080p60 になっているかを確認してみてください。続いて右の映像を 720p から 360p に変更しました。ここまで来ると結構な差が感じられると思います。1080p のカメラを使用する際、問題点が一つあります。カメラを使用するアプリやサイトによっては 1080p に対応しておらず、強制的に 360p または 480p の低解像度に切り替わってしまい、右の映像のようになってしまいます。代表的なものだと会議アプリの Zoom を無料で使う場合や、ビデオ通話系のアプリ、ライブチャットなどです。ですので、そういったアプリやサイトにて使う目的でカメラ選びをされるのであれば、解像度ではなく、これからご紹介する画質を重要視されることをお勧めします。ということで、各カメラの画質の比較ですが、その前にこの部屋の照明環境を一応簡単に説明します。
天井照明は白色、中白色の LED 電球を3つ使い、顔の照明は一般的で安価なリングライト1つのみという一般的な設備です。また、カメラ映像の設定について、専用のアプリを使って色や明るさを手動で調整する方法もありますが、今回は自動に設定し、その他のメーターについても全て規定値にして話を進めていきます。映像を見てもらっての通り、カメラによって色味が結構違います。画角がバラバラだと比較しにくいので、すべてのカメラ映像を右下の C270 の画角に合わせます。まず安価なカメラの下3つですが、差はあまり感じられず、肌の色は正直微妙です。C270 は安価なことから世間的に人気で、映像を単体で見た場合だと決して肌の色が悪いようには感じないのですが、このように高スペックカメラの映像と並べてしまうと結構な差を感じてしまいます。今映っているのは C310 と C270 を並べた映像です。C310 の方が多少血色が良いように感じるの以外は特に変わらないと思います。C310 を C505 に入れ替えます。血色などの色味の違いはあまり感じられませんが、後ろにあるぬいぐるみやポスターなどが C505 の方がくっきり映っています。今映っているのは C270 の映像です。代わって今映っているのは C310 の映像です。代わって今映っているのは C505 の映像です。続いて真ん中の列右の C615 ですが、決して酔っ払っているわけではないです。僕の顔はもともと多少赤ら顔なのですが、C615 は赤の要素が強調されやすい性能なのか、本来の色以上に濃く表現されています。今映っているのは C615 の映像です。仮に女性が化粧をして使用する場合、化粧の内容によっては大きく本来の状態とは違う写りになってしまうかもしれません。続いて C920、C922、C925 ですが、番号が近いこともあり、映像の質が似ています。よく言えば色白、悪く言えば病弱に感じます。C922 と C920 を並べた映像です。C922 の方が血色が良いように感じます。右の C920 を C925 に切り替えます。若干ですが C925 の方が血色が良いように感じるのと C925 の方がフォーカスの範囲が広いようで後ろのぬいぐるみやポスターもくっきり映っています。今映っているのは C920 の映像です。代わって今映っているのは C922 の映像です。代わって今映っているのは C925 の映像です。次に C930 です。コントラストに癖があり、多少全体がグレーがかっています。C930 の画角を C925 の画角に合わせて並べた映像です。色味についてどちらが良いかは結構意見が分かれると思います。フォーカスの範囲は C925 の方が広いので、後ろのぬいぐるみたちは C930 の方がぼやけています。今映っているのは画角が最大の状態の C930 の映像です。ちなみに今回使用しているバージョンは C930 の S で C930 の E だと画質は結構違うので気になる方は繰り返しになりますが過去に公開した C930 について話している動画をご覧になってみてください。最後に C980 です。C980 は今回のカメラの中で一番色味が良く、実際現実に一番近い画質です。それゆえに良くも悪くも映像が鮮明ですので、逆に色味などが少し控えめな C925 などの方がクールに感じられている方も一定数いるでしょう。C980 と C925 を並べた映像です。色味の良さはもちろん、顔のくっきり度合いも C980 の方が優秀です。フォーカスの範囲は C980 の方が狭いので、後ろのぬいぐるみたちは C925 の方がくっきりしています。ただ C980 はフォーカスの設定距離が広く、最大で 3.7 メートル先まで合わせられるので、マニュアルフォーカスを使うことで映像の通りぬいぐるみたちをくっきりさせることができます。今映っているのは C980 の映像です。ということで、この明るさでの話の最後になりますが、肌質に自信がある方や、ありのままの自分を映してほしい方にとっては C980 がおすすめですし、逆に肌質には自信がないけど、少しでも綺麗に映りたいと思われている方にとっては C922 や C920、C270 あたりが人気です。
ちなみにネット上で話し相手の仕事をされている女性、チャットレディたちがよく使われている方法としては、カメラ選びは色味がそれなりに良くてかつ値段も C980 などよりは全然安い C922 または C920 を選んだ上で、過去の動画でもご紹介している美肌アプリの YouCam を使い肌質を調整するという手段がかなり王道です。YouCam について詳しくは動画の概要にまとめています。画質比較の最後になりますが、画角を元に戻し、部屋を暗くした場合も簡単に比較します。照明環境ですが、先ほど使用していた天井照明とリングライトは消して、ディスプレイの裏にある白色、中白色の LED 電球一つのみで試します。実際にはもっと暗いのですが、映像調整アプリにて明るさを自動に設定し、抵光量補正はオンにしていることから程よい明るさになっています。特に C930 と C615 は他と比べて明るく調整されています。また C980 のみ色、ホワイトバランスの調整を自動にすると、部屋がある程度暗い場合、暖色系になってしまいました。これが嫌な方は自動ではなく手動で調整することで対処できます。今映っているのは C270 の映像です。代わって今映っているのは C310 の映像です。代わって今映っているのは C505 の映像です。代わって今映っているのは C615 の映像です。代わって今映っているのは C920 の映像です。代わって今映っているのは C922 の映像です。代わって今映っているのは C925 の映像です。代わって今映っているのは C930 の映像です。代わって今映っているのは C980 の映像です。秒間フレーム数について。秒間フレーム数 FPS が多ければ多いほど映像は滑らかに動きます。表の通り、基本的には秒間 30fps のカメラが多く、倍の 60fps に対応しているのは C980 と解像度を 720p に設定した場合のみ対応している C930S、C922 の計3つです。まずは C980 を使い 60fps と 30fps の映像を比較します。やはり左の 60fps の方が動きが滑らかなのがわかると思います。手の振りを比較するとわかりやすいです。ただしお気づきの方もいるかもしれませんが、60fps にすることで画質は落ちてしまいます。色味やくっきり度合いなど、僕の顔や背景の植物やポスターなどを対象に比較してみるとわかると思います。今映っているのは 30fps の映像です。今映っているのは 60fps の映像です。この画質が落ちてしまうという仕様は残念ながら他の2つも同様です。今映っているのは C930 の 60fps と 30fps の映像です。両方とも解像度は 720p です。やはり 60fps の方が画質は落ちています。今映っているのは 30fps の映像です。今映っているのは 60fps の映像です。最後に今映っているのは C922 の 60fps と 30fps の映像です。両方とも解像度は 720p です。こちらも 60fps の方が画質は落ちています。今映っているのは 30fps の映像です。今映っているのは 60fps の映像です。ということで、画質にこだわりたい方には 60fps はおすすめできないのですが、ゲーム配信などのワイプに使う場合などには、映像が小さい分画質が落ちていてもわかりにくいので、使えなくもないのかなと思います。あと、60fps の映像を使いたい場合の注意点として、解像度のケースと同様に、Zoom などの一部のアプリやライブチャットなどの一部のサイトは 60fps には対応しておらず、だいたい 30fps かそれ以下なので、ご利用の際は使用するアプリやサイトなどで対応しているかをあらかじめ確認されることをお勧めします。フォーカスについて。カメラのフォーカス調整について、表の右3つのカメラは対応しておらず完全固定ですが、それ以外は自動調整、オートフォーカスと手動調整、マニュアルフォーカスに対応しています。ここでは自動調整に設定し、物を近づけた際の反応を見ていきます。物を近づけたり引いたりすることで、フォーカスが自動で調整されます。反応速度は映像を見てもらっての通り、どのカメラも速くはなく、どれも似たような感じでした。正直なところあまり使い勝手は良くないと思います。また、照明の明るさによっては反応しにくいケースも多かったです。デジタルズームについて。
今回ご紹介しているカメラのいくつかはデジタルズームに対応しています。表にて対応しているものには丸または三角がついています。ズームの方法は大きく3通りあり、一番安定しているのは、ズーム機能がとても優秀なアプリ、ロジクールキャプチャーを使う方法です。映像の通り結構な倍率までズームできます。表にて丸がついているカメラのみ対応しています。2つ目は、それ以外の専用アプリを使う方法です。ロジクール専用のアプリや Windows に標準搭載されているアプリでもズームはできます。ただし、設定したまたはされた解像度によってズームできる倍率は変わってきます。その倍率は表の通りで、C930 はどの解像度でも倍率が高く使いやすいですが、それ以外のカメラだと解像度が高ければ高いほど倍率が低いです。例えば、解像度が 1080p の場合、C930 だと4倍までズームできますが、それ以外だと 1.2 倍までしかズームできません。また C920 のようにズームが見たいような解像度もあります。ただこれについてはバージョンによって違うようで C920S の場合は表の通りズームできませんでしたが、それより以前に販売されていた最初の C920 であれば問題なくズームできました。ですので C920 以外のカメラに関してもバージョンによっては表とは違う結果になる可能性がありますので、その点はご了承ください。ちなみに C615 のズームですが、映像を見てもらったの通りスムーズではなく極端ですので使いにくいです。どのカメラがどのアプリに対応しているかについては表の一番下にある対応アプリ一覧にてまとめています。映像が結構高性能な C925 がロジクールキャプチャーに対応していないのが悔やまれます。各アプリの詳細は動画の概要に載せています。ズームをする方法の3つ目ですが、画質の比較でもご紹介した UCAM または Manycam などの他社のアプリを使うというやり方です。この場合、基本的には対応していないカメラはないので、表にて丸や三角のカメラはもちろん、×の右3つも使えます。ズーム解説の最後になりますが、今回ご紹介しているズームはすべて光学ズームではなくデジタルズームですので、ズームをすればするほど映像は荒くなりますので、その点はご注意ください。内蔵マイクについて。今回ご紹介しているカメラにはすべてマイクが内蔵されています。表の左5つはステレオマイクで、右4つはモノラルマイクです。ステレオマイクはカメラ本体の左右から聞こえてくる音を別々に録音するので、喋る位置によって聞こえ方が変わってきます。イヤホンなどのステレオ環境で聞くとその違いがわかりやすいです。今 C930 の正面で喋っています。今 C930 の左側で喋っています。今 C930 の右側で喋っています。テスト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 。次に各カメラのマイクを聞き比べます。音量調整やノイズキャンセリングなどは特に触っていません。今 C270 のマイクのテスト中です。テストテストテスト。今 C310 のマイクのテスト中です。テストテストテスト。今 C505 のマイクのテスト中です。テストテストテスト。今 C615 のマイクのテスト中です。テストテストテスト。今 C920 のマイクのテスト中です。テストテストテスト。今 C922 のマイクのテスト中です。テストテストテスト。今 C925 のマイクのテスト中です。テストテストテスト。今 C930 のマイクのテスト中です。テストテストテスト。今 C980 のマイクのテスト中です。テストテストテスト。マイクテストの最後ですが、マイクの集音範囲についてです。大半のカメラは1メートルほどなのに対し、C505 のみ3メートルと公式サイトに記載されています。その違いを確かめるべく、カメラから 2.5 メートルほど離れた場所から C505 とその他のいくつかのカメラでテストしてみます。今 C270 のマイクのテスト中です。テストテストテスト。今 C505 のマイクのテスト中です。テストテストテスト。今 C930 のマイクのテスト中です。テストテストテスト。
今 C980 のマイクのテスト中です。テストテストテスト。集音範囲が広いというよりは音量が3倍ほどになっているという方が正しいかもしれません。本体の角度調整について、カメラをディスプレイの上などに設置した状態で向きを変えたい場合、上下のみのものと上下左右に対応しているものの2つに分けられます。まず上下左右に対応しているカメラですが C980 と C615 の2つです。C980 の場合、映像の通り上は30度ほどですが、下は真下まで変えられて優秀です。左右は80度近くまで回ります。C615 だと上下はともに45度ほどで、左右に関しては180度以上回り優秀です。それ以外のカメラは全て上下のみですが、調整できる角度がかなり微妙です。無理やり向きを変えようとするとディスプレイから落ちそうになるので注意が必要です。ですので、上下左右に大きく角度調整したい場合は、三脚用のネジ穴がついているカメラであれば、三脚を取り付けて本体ごと角度を変えたり、有名ストリーマーがマイクを設置するのに使用しているようなアームを取り付けるなどして対応する方法があります。僕の場合は今映っているようなクリップ式で三脚ネジがついたものを使用しています。三脚用のネジ穴について、表の通りで C615 以上の左6つにはついています。ちなみに C922 には最初からミニ三脚がついています。起動中のライトについて、カメラが起動中は本体のライトが光ります。色は表の通りです。それぞれ色や明るさが違うわけですが、カメラのバージョンによっては光の強さが少し違う場合があります。ケーブルについて、まず長さですが、大半のカメラは 1.5 メートルで C505 が2メートル、C925 が 1.83 メートルと長く、逆に C615 が 0.95 メートルと短いです。USB 端子について、大半のカメラがタイプ A で C980 のみタイプ C です。僕のパソコンにはタイプ C の接続口がないので C980 を使う際は写真のような C から A に変換するアダプタを使っています。レンズカバーについて、カメラのレンズカバーですが、今回紹介しているカメラだと C930 と C920 の S に取り外し可能なものがついています。また C925 にはプライバシーカバーが内蔵されています。それとカメラによっては Amazon などでレンズカバーのみ売っていたりもするので、自分が使用しているシリーズで C○○○レンズカバーなどと検索してみると見つかるかもしれません。その他、基本カメラの映像は16対9または4対3と横長ですが C980 はロジクールキャプチャーを使うことで9対16の縦長にもできます。ゲーム配信などの際に縦長の方が都合が良い場合やスマホを使っている相手とビデオ通話などをする際に縦長の方が都合がいい場合などに使えるでしょう。最後にまとめとして個人的におすすめのカメラについてです。割高であっても少しでも画角や画質の鮮明さにこだわるのであれば C980 や C930 あたりが妥当だと思いますが、特別なこだわりのない方であれば世間的に人気なのは C270 か C922 で、個人的におすすめなのは高性能の割に割安な C922 か C920 あたりが妥当だと思います。ということで長話になりましたが今回は以上です。繰り返しになりますが、話の中でたびたび出てきたいくつかのアプリについては動画の概要にまとめています。また、ウェブカメラを使う際におすすめの照明なども載せていますので、よろしければご覧ください。長い時間お付き合いいただきありがとうございました。ではまた。